お久しぶりです。だいぶ前回のビデオから結構空いてしまいましたね。メンバーシップ向けの動画は1本アップしたんですけど、もう結構10日以上経ってますよね。今日は1月25日の土曜日です。なんか晴れてて日差しはあったかいんですけど、風が強くて、冷たい風が吹いていて寒いですね。で、昨日メインチャンネルの方で公開したビデオが、ひたすら僕が木を削っているビデオだったんですけども、結局ね、珍しく失敗に終わるというそういう回があってもいいかなと思って、それでね、これ削っていたのがこの木なんですよ。最初にこれはね、うちの母屋の方の庭にある梅の木なんですけど、梅の木を剪定した枝です。で、まだ全然ね、生なので、削ってる時ももう結構しっとりしてて割れるだろうなとは思いながら削ってたんですけども、ここまで派手に割れるとは思わなかったですね。うん、今もね、こうどん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 ここのクラックはね、広がっていってるんですよ。うん、で、全体的に割れているんですよ。なんかここまでいくとちょっとこれはこれとして面白いなと思ってで、ビデオの本編でも字幕で説明してましたけど、これが割れちゃったもんで、じゃあ次はちゃんと乾燥した木で作ろうと。それで多分去年の最初の方か一昨年の暮れぐらいに道を塞いでいた倒木、覚えてますかね。僕もどのビデオだったか忘れちゃいましたけど、その時に切ったネムの木、これネムの木なんですよ。これがね、これで作り直そうと思って、でこれがまあ硬いんですよ。もう彫刻刀が全然歯が立たなくて、それでもなんとかちょっとずつちょっとずつ削って、このちっちゃいお皿を作ろうと思ったんですけども、これもね、一晩置いたらひびが入ってしまって、ちょっと力を加えたらもうパカッと割れてしまいました。これ1年乾燥させててもこんな感じなんですよ。だからおそらくこの状態で乾燥させるのではなく、このくらいのものを作りたいのであればこの状態で乾燥させる。これから半年、この状態から半年か1年ぐらい置いてって割れなければこれを削っていけばいいんじゃないかなという僕の推測です。まあなんか検索すれば答えはあるんでしょうけど、なんかね、よく白樺のコブでククサっていうなんか北欧のコップですよね、木の。あれを作る時はなんか塩水でなんか一晩茹でるとかで、その後また乾燥させてとか、そういう工程があるらしいんですけど、それは割れないようにするためとか、いろいろ殺菌とか殺虫の意味なのかな。まあそれも調べればわかると思いますけど、
まあね、こうやってこういうふうに割れるんだというのをね、映像としてビデオに残せたことは意義があるのではないでしょうか。うん、なんかね、でもこういう寒い時期にね、ストーブをつけて部屋を温めて木を削るというのはね、なかなかあのリラックスできて、それはそれでね、決して無駄な時間ではないと思います。割れたら金継ぎすればいいんじゃないかとか思うんですけど、やっぱり木だとね、木はね、どんなにこういう加工をしても生きてるんですよね。ずっと呼吸をしてて、ずっと伸縮はしてるので、木の場合はあんまり金継ぎとかは向かないですね。なんかよくあの大きいなんか欅の天板のテーブルとかね、こういう蝶ネクタイみたいな形で割れ目を継いでたりするのありますよね。そういう継ぎ方はありですけど、なんか陶器の器みたいな継ぎ方はちょっとできないかな。多分ね、また広がってきちゃうんですよ。これは教訓として飾っておきますだからね、木ってこういうふうにこう縮んでいくんですよね。ここう細くなっていくんですよね、この径が。だからあのログハウスとかってこういう風に木を組んでいくでしょ。だからこう縮んでってどんどん下がってくるらしいんですよね。だから窓とかドアの建具のところはこう上を縮む分の余裕を空けて作るらしいんですよ。じゃないとね、こうどんどん沈んできて窓やドアが開かなくなっちゃうんでね。そうだからね、これはこの前に作ったスプーン、これはこの同じネムの木なんですよ。だからこれはこういう枝をこういうふうに削り出したんで、こういうこの向きだとね、あのあまり伸縮がないので、スプーンとか作るのにはいいと思います。だからこれもね、こう縦に割ってまたスプーン作ったりとか、なんかちょっと考えてみます。じゃあそんなわけで、まあマイペースでいきましょう。ではまた。